にちは、リキトです。実は今日、僕が大学時代から使い続けていたプロジェクター、今ね、実際に壁にも投影しているアラジン X のプロジェクターを手放すことを決めました。そのプロジェクターっていうのが、この照明一体型プロジェクター、アラジン X2 プラスなんですよね。天井につけるだけで、なんと部屋の照明にもなって、壁にはなんと100インチ以上の大画面が映る。僕がミニマリストのライフスタイルを送る中でずっとお部屋のど真ん中にいた大好きなプロダクトなんですよね。で、今日からその後を引き継ぐのが、よいしょ、はい、こちらアラジン X さんから新しく出た最新モデルアラジン X3 レーザー 4K になります。なんと大人気なプロジェクターが 4K になって帰ってきました。いやー、僕自身ね、このプロジェクターに関してはこれ以上ね、どう進化するんだっていう風に思っていたんですが、今回なんと 4K 映像にこちらのプロジェクターが対応したっていうことで、これはまさにプロジェクターのね、最終到達地点なんじゃないかなっていう風に思っています。僕は普段ミニマリストとして物を持たない暮らしっていうのを発信し続けているんですが、このプロジェクターシリーズを7年間ぐらいからほぼ毎日使ってきた僕にとって、先に言わせてください、このプロジェクター全く別物なんですよね。今回はアラジン X さんから実際にね、製品を体験させていただく機会をいただきましたので、約7年間このプロジェクターを使ってきた僕だからこそわかるマイモデルの X2 プラスの違いであったりとか、プロジェクター初心者でもしっかりとねわかるように、しっかりとミニマリスト視点でレビューしていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。よし、それでは早速開封していきたいと思います。いや、なんかね、今回一段と箱が大きくなってる気がしますね。そして箱にはアラジン X3 レザー 4K の文字が映ってます。いやー、ついにね 4K 対応ですよ。もうこの製品で僕大好きすぎたので、ついにねこのプロジェクターが 4K 映像に対応したっていうことで、めちゃくちゃね感慨深いですよね。じゃあ開けていきますか。よいしょ、入刀。おー、いやー、いいね。そして本番はここからですよね。いつものようにクイックスタートガイドがあって、さあ皆さんいきますよ。オープン。よいしょ、取り出します。おーすげえ。いや、カメラごつ出ましたね。これがアラジン X3 レザー 4K です。パッと見はアラジン X2 プラスとほとんど変わり映えはないですね。こんな感じでパッと見のね見た目っていうのは全く変わっていないのに 4K にもね対応しているっていうことで、いや、このねアップデートすごいですよね。そして中に入っていた同梱物はこんな感じでしたね。いや、意外と少ないですよね。本体に加えて天井の引っ掛けシーリング用のアダプター、そしてリモコンと電池、そしてクイックスタートガイド、たったねこれだけでした。はい。ということで、まずはこのアラジン X のプロジェクター、具体的にどういったところがすごいのかっていうのを、3つに分けて、簡単にね説明させていただきたいと思います。まず1つ目は、このプロジェクターとして使えるのはもちろんなんですが、照明としても使えるし Bluetooth スピーカーでも使えるっていう、この 3-in-1 のプロジェクターっていうのが唯一無二だなっていうふうに感じています。そして2つ目は、映像がねとにかくめちゃくちゃ綺麗です。前回のモデルアラジン X2 プラスに関しては 1080p の HD 画質だったんですが、今回からねなんと 4K に対応したっていうことで、これからどんなね映像を見せてくれるのか楽しみです。そして最後3つ目は、設置がねとにかく簡単なんですよね。やっぱりねこういったプロジェクターってちょっとね大掛かりな工事だったりとか作業っていうのが必要になってくるっていうことがあったりとかするんですが、このアラジン X のプロジェクターに関しては工事が一切不要になっているので、天井にこんな感じでプロジェクターを取り付けるだけですぐね使うことができるんですよね。そして意外と驚いたのがこのリモコンですよね。ちょっと開けてみるか。すごいめちゃくちゃ白基調で美しいデザインになってますね。マイモデルのリモコンと比較してみるとこんな感じですね。ここのアラジンマークっていうのが全然ね主張しすぎないデザインになっていて、さらにねたくさんね機能が盛り込まれている印象がありますね。しかもすごいこんな感じで、ちょっと分かりますかね。今ちょっとね明るい日中に撮影しているので少しね分かりづらいかなっていうふうに思うんですが、ボタンをね一つ押しただけでこんな感じでちょっとね青っぽいような光り方をしてくれるので、プロジェクターってね結構夜間だったりとか暗いシーンで使うことが多いと思うんですが、そういった時に今ね自分がどのボタンを押しているのかっていうのが視覚的に分かりやすいデザインになっているんですよね。そして便利な Netflix だったりとかショートカットボタンっていうのが備わっていたりとか、あとはね細かくプロジェクターの明るさ
照明のライティングっていうのを調整できるようなボタンがね、もともとこのプロジェクターのリモコンに付属していたりとか、前回のねリモコンはそこまで照明に関して明るさであったりとか感触暖色設定することができなくて、アラジン X のアプリ上をね通じて調整することはできたんですが、今回のねリモコンはこんな感じでたくさんねボタンがある分細かいね調整ができるようになっているみたいなんですよね。それでは改めて外観デザインから見ていきましょう。いやー、いつ見てもプロジェクターとは全く思えないミニマムでめちゃくちゃ真っ白なデザインですよね。これ個人的に面白い話があって、うちに遊びに来た友達、これがねプロジェクターだってつけるまで誰も気づかなかったんですよね。それはそうですよね。こんな感じの真っ白いデザインになっているので、誰がねどう見てもこれプロジェクターとは思えないですよね。それぐらい天井に自然に馴染んでいる。プロジェクターを投影していない時は本当にただの上品な照明なんですよね。そして今長年僕が愛用し続けたアラジン X2 プラスと今回新しく出たアラジン X3 レザー 4K を今ね見比べてみているんですが、どっちが 4K モデルに対応したモデルでどっちが従来のモデルかっていうのが判別つきますかね。縦幅に関してはほぼほぼ変わらなくて、横幅に関してはねこっちの方が大きくなっているんですよね。なんで必然的に 4K モデルはこっちかなっていうふうに思った方いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っているんですが、実は 4K モデルに対応したモデルはなんと右側の方なんですよね。いやー、横からね見比べてみれば結構ね分かりやすいかなっていうふうに思うんですが、なんとねこのアラジン X2 プラスよりもアラジン X3 レザー 4K の最新モデルの方が大きさがねちっちゃくなっているってことで、いやこれはねミニマリスト的にはめちゃくちゃありがたいなっていうふうに思っていて、従来のこの 3-in-1 の天井投影式のプロジェクターはもちろんBluetooth スピーカーにも対応しているし照明にも対応しているってことで、どうしてもねプロジェクターとしてややね大きさを感じていたんですが、今回ねわずかではあるんですがコンパクトになったってことで、いや個人的にはねめちゃくちゃ嬉しいですね。そしてこれがシーリングライト部分になるんですが、若干ねこっちとこっちデザインがやや変わってますね。そしてカメラ部分見比べてみるとこんな感じですね。いや今回ね 4K 映像に対応したってことで、いやめちゃくちゃねカメラも進化しているんじゃないかなっていうふうに思っています。そしてこのプロジェクター付け方も簡単で、いつものシーリングライトを普通に外してこれをカチッと止めるだけなんですよね。そもそもアラジン X さんって毎日見上げる天井を暮らしの主役にしようっていう思想から始まったメーカーなんですが、照明と映像と音を一つにする、まさに一本筋の通った思想があって、このプロダクトに7年間向き合った身としてはその考え方にずっと寄り添ってもらってきた感覚がすごくあって、勝手にね個人的に親近感を覚えています。あと余談なんですが、大ヒットしたスイカゲームを作っているのも実はアラジン X さんなんですよね。皆さんもね一度はしたことあるんじゃないでしょうか。ということで実際にプロジェクターつけてみたんですがどうですかね。僕が感じるのは前モデルのアラジン X2 プラスよりもここのね照明の明るさっていうのがさらにアップしていて、よりねコンパクトなお部屋だったりとかに結構ね映し出してたプロジェクターだったかなっていうふうに思うんですが、今回の新モデルから12畳のお部屋にも対応したこのねシーリングライトの明るさになっているとのことで、よりね広いリビングだったりとかでこのプロジェクターはね活用できるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということで実際に映像を投影してみたんですが、いやーいかがですかね。いや僕ねこの映像を見てもう正直プロジェクターの映像とは思えないぐらい映像もすごくね鮮明ですし、かつね明るさもめちゃくちゃ上がってて、今回ね4K 映像に対応したってことで、なんかプロジェクターの映像をここに投影しているってよりかはどちらかというと壁からもうほんとレーザーみたいな形で映像がもうテレビのような感じで発光してるんじゃないかなっていうぐらいすごくね映像がめちゃくちゃ鮮明なんですよね。特にこんな感じで至近距離から見てみるともうよりねこの鮮明さ、この色の鮮やかさっていうのが伝わっていますね。いやーこのねめちゃくちゃ綺麗な映像をどこまで伝わってるかっていうのがめちゃくちゃ不安な部分ではあるんですが、ぜひね家電量販店だったりとかこのアラジン X のプロジェクター取り扱いがある店舗もしあればね実際にね生で体感してみるとこのね映像の迫力、このクリアさっていうのがよりね鮮明に伝わってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。いやーこれはずるいよな。僕ねこのプロジェクターに関しては本当にね6年間ぐらい僕が大学1年生の頃からずっと愛用しているプロジェクターのシリーズになっているので、もうね6年間毎日のようにこのプロジェクター、使っていたからこそ
このね、映像のクリアさ、4K 映像の素晴らしさっていうものにね、なんか感慨深いなっていう風に感じる瞬間ですね。実際に本戻ってみるとこんな感じですね。左から Netflix であったりとか YouTube、プライムビデオ、本当に主要な映像コンテンツのアプリが左側にね、並べてあって、設定だったりとか、アラジンストア、あとはマイアップですね。これをしてみると、おお、すごい。こんな感じの UI になってるんですね。いろんなね、アプリがここに搭載されていて、アラジンタイマーですね。だったりとか、壁時計。これはね、僕よく使うんですが、この壁時計を投影することによって、はい。こんな感じですね。実際のね、時間をリアルタイムでこんな感じで投影してくれていて、かつね、こんな感じで秒針まで、こんな感じでスムーズにね、滑らかに動いてくれるので、なんかね、時の流れをすごく感じれるというか、他にもいろんなフォントがあって、ちょっと太めのデジタルであったりとか、ちょっとおしゃれなフォントだったりとか、なんかね、いろんな時計試せれますね。なんかすごい、僕が知ってる時代よりもなんかめちゃくちゃ多くなってますね。すごいなんかスイカゲームの時計とかあるんですね。ほほー、すげえ。なるほどね。このスイカを目指していくと。あとはこれも僕よく使いますね。この微風景を使うことによって日本中であったりとか世界中あらゆる景色っていうのをこのプロジェクターのね、この大画面で体感できるっていう。いや、これはね、なんといっても贅沢ですよね。さっき投影したのだとこのアロハビーチっていうものになるんですが、他に僕が夜使うもので言うとこの焚き火の音色ですね。うわー、これはね、癒されますね。だし僕これ結構な頻度でこの焚き火の音色聞きながら夜寝たりとか、このね、焚き火の音色っていうのも、ちゃんとね、スピーカーを通して、聞くことができるので、この音に癒されながら夜ね、眠りにつくっていうことができるような感じですね。すごい、いろいろこんな感じでカスタマイズできるんですね。なんか宇宙船みたいな感じにしたりとかもできるし、これはなんか映画風、いや、映画じゃないな。水族館とかそんな感じかな。いいね。飛行機風とかね。なんか焚き火を飛行機で見るって絶対ないシチュエーションですもんね、これね。あとは果ての浜ですね。海がすごく綺麗です。実際にね、この場所がどういったところなのかっていうのも、真ん中にね、最初ここにね、投影してくれるっていうのはすごくありがたいですよね。あとはムーンライトキャンプゲーム。すごい、キャンプゲーム。なるほどね。いやー、このゲームをね、僕が持っていた前のモデルのアラジン X 製品には、搭載されていなかったので、新しくね出たアプリなのかなっていうふうに思っています。こんな感じでね、キャンプゲームってことなので、例えばキャンプ中だったりとかアウトドア中にこんな感じで誰でもね楽しめるような物差しゲームだったりとか、ジェスチャーゲーム、真実か調整かみたいなね、ゲームもねいろいろ楽しめるっていうので、いや、これはね結構面白いかもしれないですね。一種このアラジン X 製品の魅力って大人も楽しめるし、かつ子供も楽しめるっていうのが一つのね魅力になっているんじゃないかなっていうふうに思うので、いや、これはねさすがアラジン X だなっていうふうに思いました。あとはミラーリングももちろんできますよとか、HDMI アラジンコネクターっていうアイテムを使えば、ここでねなんとこの大画面を使ってスイッチだったりとかゲーム、あとは映像鑑賞っていうのを楽しめるよっていうものがこのアプリとして搭載されてたりとか、すごい、オープンブラウザー。そう、このねアラジン X ブラウザもしっかりと、このプロジェクターを通して使うことができて、中にねアラジン OS っていうのが入っているので、こんな感じか。すごいですね。はい、こんな感じでこのね大画面でインスタグラムをね見れるってことで、今ね藤井風さんのインスタグラム開かしてもらってるんですが、いやー、これすごいですよね。なんでちょっとした調べ物だったりとか、例えば、なんかプレゼンだったりとかをねご自宅でする過程ってそんなにないかなっていうふうに思うんですが、ちょっとしたね作業用端末としても、十分ねこのアラジン X のプロジェクター使うことができるんじゃないかなっていうふうに思っています。あとはこれ僕好きなんですよね。この等身大動物図鑑っていうアプリ、これ開くとこんな感じで等身大動物図鑑っていうのが出てきて、こんな感じですよ。実際のねライオンのこの等身大の大きさっていうのを測ることができて、この設定には事前にねリモコンを通じて自分のねこの投影画面サイズっていうのを測定しておくことによって、正確なね等身大の動物たちっていうのをね生で体感することができるので、これねせっかくなんで僕もプロジェクターの画面比率っていうのがどれぐらいサイズ感あるのかっていうのをね測定してみたいと思います。確かこれ僕前回が110インチぐらいだったんですよね。今回はどうなんでしょうか。まだいける、まだいける、まだいける、まだいける。これぐらいかな。すごい。なんと128センチでしたね。
いやー、過去ね、128センチは最高新記録ですね。なので、実際に間取りによって異なるかなっていうふうに思うんですが、前モデルと比べて、この画面のね、投影される大きさっていうのは、さらにね、上がっているみたいですね。あとは僕もね、前回試させていただいた、おうちカラオケだったりとか、TVer、Unext、おうち美術館、背比べ、あとね、おうちフィットネスっていうのもね、体験できるみたいですね。こんな感じでね、実際にお家でこの大画面を使ってヨガのね映像を体験できたりとかするので、これはねめちゃくちゃ主婦の方だったりとかでもねすごく楽しめるんじゃないかなっていうふうに思っています。あとはダゾーンだったりとかのスポーツ中継も見れますね。あとは Apple TV、子供たちも喜びそうなディズニープラスであったりとか、あとはねなんといってもこの追加ゲームですよね。冒頭にもご紹介したかなっていうふうに思うんですが、実際にこのアラジン X がこの追加ゲームを開発したってことで、意外とねこれ知らない方多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、こんな感じでね追加ゲーム実際にできるんですが、いやーアプリもねもう昔と比べるとめちゃくちゃ増えましたね。あと映像に関するアプリでいうと開発中のアプリがあって、アラジン XTV っていうのが入ってますね。映像コンテンツまとめると YouTube だったりとか、さっきご紹介した今後出てくるアラジン XTV、ダゾーンであったりとか、ディズニープラス、ネットフリックス、Apple TV、バンダイチャンネル、Unext、TVer、プライムビデオっていう感じで、もう本当にね何でも見れちゃいますね。正直ねこの点はアラジン X さんのめちゃくちゃ強みだなっていうふうに思っていて、こんだけね人生何度あっても足りないぐらいのコンテンツっていうのが無限にね楽しむことができるので、お子さんにとっても大人にとってもねこのね大画面で映像コンテンツをねさらに 4K で楽しめるっていうのはめちゃくちゃ素敵な体験になるんじゃないかなっていうふうに思っています。せっかくなんで、普段ね自分で見ることがない自分のねチャンネルの映像をちょっと見てみたいと思います。いやせっかくなんで 4K 映像で味わいたいよね。それでは初 4K 映像アラジン X バージョンいきます。おお、いやすごい。皆さんこんにちは、です。いやこれはすごいですね。なんか想像以上に映像がめちゃくちゃクリアですし、なんか本当にねこの画面サイズも相まって毛穴一つ一つ見れるんじゃないかなっていうぐらいの素晴らしい、これは映像美ですね。やっぱりね 4K 映像と HD 画質でいうと全然ね映像の綺麗さクリアさっていうのが全く違うなっていう風に感じましたね。だってこの文字もねくっきりすごく見れるんですよね。だしやっぱりね何度も言うんですけど、これねやっぱりプロジェクターの映像とは思えないぐらい実際に投影された映像ってよりかは、このね壁からもうビームが起きてるんじゃないかなっていうぐらい、もう本当にね鮮明な綺麗な映像になってますね。結構他のプロジェクターとかだと結構色味がね潰れてしまうっていうプロジェクターも安いプロジェクターだとどうしてもねあるんですが、さすがねアラジン X さんよりね自然な色味でかつめちゃくちゃクリアな映像美っていうのをね楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、ここからは前僕が使っていたモデル X2 プラスと比べて何がね実際に変わったのかっていうことについて分かりやすくね解説していきたいと思います。まずは大きな変更点としてはやっぱりねこの前のモデルっていうのが HD 画質だったのに対して今回からはねなんと 4K 映像に対応しましたよっていうところ。あとは色の光源っていうのが前世代モデルだと LED だったんですが、今回からはこんな感じで3色レーザーに対応したので、こんな感じで色がねより鮮やかになりましたよっていうところ。あとねここがね結構大きいんじゃないかなっていうふうに思ってて、このね映像の明るさっていうのが前世代モデル僕が持っていた X2 プラスに関しては900アンシルーメンっていう明るさだったんですが、今回のモデル X3 レーザー 4K に関してはなんとね1600アンシルーメンということで、前モデルと比べて 1.8 倍ほど明るさがね上がっているってことなんですよね。本当約2倍ですよね。いやこれはね個人的にはすごく嬉しくて、僕のこの物件実はね南向きになってるんですが、めちゃくちゃね南向きなんで日中ねすごく光がねガンガン入ってくるんですよね。なんですが今回のようにね明るさが約ね 1.8 倍上がって1600アンシルーメンになったってことで、日中でもね全然映像体験楽しめるんじゃないかなっていうふうに思っています。なんか細かく見るとこんな感じではあるんですけども、一言で言うと X2 プラスの良さをそのまま活かしたままこのね映像の美しさっていうのが格段にレベルアップしたっていう感じなんですよね。
逆に前モデルからちゃんと継承されている、引き継がれているっていう部分もあって、これはね、僕が7年ぐらい前からずっとね、このアラジン X のプロジェクター愛用させてもらっている時からずっとね、変わらない工事いらずの簡単設置。そして何といっても照明にもなるし、プロジェクターにもなるし、さらにね、Bluetooth スピーカーにもなるっていう、このね、3-in-1 のプロジェクターっていうのがまさにね、唯一無二なんですよね。あとは有名オーディオブランドのハーマンカードンの音、この点に関してはもうすでにね X2 プラスで十分ね完成されていたので、ちゃんと継承したまま画質であったりとか明るさの部分で格段にねレベルが上がっているなっていう風な印象があります。だからこそプロジェクター初心者の方にとっても自信を持ってねお勧めできるプロダクトなんじゃないかなっていう風に思っています。いやー、ちょっとね画角変えてみたんですけど、どうですかね。僕は普段こんな感じでここにねベッドを敷いてこんな感じで寝ているので、もう本当にね見上げるとこんな感じのプロジェクターの大画面っていうのが、しかもね今回からなんと 4K 映像に対応しているっていうことで、それにプラスしてなんとね画面サイズっていうのは128インチということで、まさに寝ながらね映画館を味わっているような体験をねもう毎日のように送ることができるんですよね。プロジェクターによっては結構ねファンの音、動作音っていうのが結構ねシャーっていうような音がうるさかったりとかするプロジェクターも安めのねプロジェクターだとどうしてもあるんですが、このねアラジン X のプロジェクターに関しては動作音もねめちゃくちゃ静かですし、やっぱりねプロジェクターってテレビと違って壁をねこんな感じで通じて浴びている光になるので、なんといってもね目にめちゃくちゃ優しいんですよね。やっぱスマホの画面って、そのままね液晶の光を浴びている分どうしてもね目が疲れるなっていう風に感じる部分があるんですが、やっぱりねプロジェクターの映像だとそういったね目の疲れっていうのが多少ね経験できるんじゃないかなっていう風に思っています。そしてこっからが置き型のプロジェクターと決定的に違うところ、これ照明として毎日使えるプロジェクターになってるんですよね。例えば明るさをリモコンでいじればこんな感じで白いライトとして照らしてくれるのはもちろんですし、こんな感じで常夜灯っていうような感じでオレンジの光がねうっすらと光るような常夜灯モードっていうものにしてくれたりとか、他にもこのリモコンを通じて明るさをね徐々に下げてくれることもできますし、照明の色味を寒色にしたい時はリモコンで操作をすればちょっとね寒色っぽいような色味になったりとか、もっと暖色っぽいような色味にしたいっていう時だと、ちょっとね映像では伝わりづらいかなっていうふうに思うんですけども、実際のね照明の色っていうのはちょっとねオレンジっぽいような光になってるので、こんな感じで明るさもね光の色味も変えられて、朝シャキッと起きたい時だったりとかっていうのは白い光だったりとか、夜は暖かいオレンジでよりねリラックスしながら眠りにつきたいっていうシーンではオレンジに変えたりとか、プロジェクターの映像を映さない時間でもちゃんとね毎日の生活を支えてくれるアイテムの一つになってるんですよね。このプロジェクターにもなるし照明にもなるし Bluetooth スピーカーとしても使える、この3役っていうのが6年間使ってきて一番ねありがたい部分だなっていうふうに思っています。はい、ということであれから約1週間ほど最新式のプロジェクターアラジン X3 レザー 4K を使ってみました。ここからは僕がね1週間ほどこのプロジェクター使ってみて良かったなっていうふうに思うところを3つにねまとめてご紹介していきたいと思います。まず1つ目は何といっても今回 4K モデルに対応したことによって映像美っていうのがね格段にアップデートされていたということですね。これまで僕が愛用していたモデルはもうすでにねフル HD に対応していて、正直ね画質面であったりとか映像美明るさに関してはもうどれもね満足しきっていたんですが、やっぱりね今回映画館で見るような映像美 4K 映像にも対応して明るさもねさらに 1.8 倍ほど前のモデルに比べてアップしているっていうことで、正直ね前モデルのアラジン X2 プラスを持っている人であれば正直ね買い替える必要は全くないんじゃないかなっていうふうに思っていたんですが、やっぱりねこの 4K モデルに対応した映像美っていうのをね一回見てしまうと、これは十分買い替える価値があるアップデートになってるんじゃないかなっていうふうに思いました。2つ目は昼間でも映像が十分楽しめるっていうところですね。従来のプロジェクターの明るさでいうと若干ね僕のお家、南向きってこともあってかなりね日差しがガンガンにお家の中に入ってくるので、プロジェクターの映像っていうのが全然見えないなっていうところを感じていた部分はあったんですが、今回のモデルは明るさもね十分にあるので、こんな感じでね日中に撮影したとしても全然ね映像が綺麗に見えるんですよね。いやこれはね正直めちゃくちゃでかいなっていうふうに思っていて、プロジェクターって僕の中では夕方から夜にかけて見る専用のアイテムっていう印象があったんですが、これからはね
朝から夜、もう時間を問わずいつでもね、映像コンテンツを楽しめるっていうようなプロジェクターに変わっているんだなっていうことに、なんかね、すごくね、感慨深い思いをしました。そして3つ目は、もうすでにね、このプロジェクターは暮らしの土台になっているということです。僕自身プロジェクターをね、何個か試してみた中で、このアラジン X のプロジェクターの一つの魅力っていうのは、照明にもなるし、プロジェクターにもなるし、Bluetooth スピーカーにもなる、1台で3役のね、プロジェクターとしての役割を果たしてくれるっていうところなんですよね。なので、このプロジェクターはね、映画だったりとか、映像コンテンツっていうのを見るだけのアイテムではなくて、毎日つける天井そのものなんですよね。なので、このプロジェクターを僕はね、約6年間ぐらい、このアラジン X シリーズのプロジェクター愛用させていただいているんですが、僕が使い続けた6年前からね、この 3-in-1 のプロジェクターっていうね、思想は大きくは変わっていないっていうところに、このアラジン X さんの人気な理由っていうのがギュッと詰まっているんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はアラジン X さんから新たに出たアラジン X3 レザー 4K についてご紹介させていただきました。正直に言うと僕はね、6年前このアラジン X 製品を大学時代頑張ってアルバイトで稼いだお金で買って天井に取り付けた時のことを今でもね、鮮明に覚えているんですよね。あの日から僕の夜の過ごし方であったりとか、日々の過ごし方っていうのもガラッと変わったんですよね。そしてその製品がついにね、今回 4K に対応したっていうことで、いやー正直にね、めちゃくちゃ感慨深いというか、ついにこのアラジン X の 3-in-1 プロジェクターっていうのもここまで来たんだなっていう風に強く感じました。そしてここからはお得な情報になっています。このアラジン X3 レーザー 4K、今なら販売記念価格の17万9800円で手に入れることができるんですよね。そして公式サイトで先行予約も受付中になっています。そしてさらに僕みたいなね、人向けの話になってしまうんですが、すでにアラジンの照明一体型プロジェクターをお持ちの方限定のキャンペーンで最大なんと10万円オフの14万9800円でこのアラジン X3 レザー 4K 手に入れることができるキャンペーンを実施中です。実施期間は2026年の6月12日金曜日から7月31日金曜日、公式サイト限定になっています。いやー10万円オフになるっていうことで、僕みたいにこのね、照明一体型のプロジェクターすでにね、お持ちの方であれば買い替えすることによってね、さらにお得になります。逆にね、このアラジン X 製品初めて買うっていう人に関しては、このね、割引っていうのは対象外になってしまうんですが、先ほどご紹介したように販売記念価格の17万9800円が対象になりますので、詳しいクーポンの受け取り方であったりとか、最新の詳細っていうのは下のね、概要欄の方にまとめておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。このアラジン X3 レーザー 4K が皆さんの暮らしをよりね、アップデートしてくれる存在になってくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。リキトでした。